というわけでちょっと早いかもしれませんけど、うちではマミーの要望もあって、こんな風に2週間ぐらい前からクリスマスツリーを飾っているわけなんであります。皆さんご機嫌いかがでしょうか？私は元気。忙しいんですけど力いっぱい頑張っています。というわけで今回のメインのテーマは、またしてもこのマラウイ湖原産ムブナ水槽になるわけなんですけど、ご覧の通り若干問題があるんですね。3番テーブルトラブル発生ってそんな感じなんですけど、一部のオスが非常に攻撃的になってしまって水槽を支配してしまっているって状況だってことで、いわゆるいきり散らしている、あるいはオラついている、そういった状況なんですけど、とにかく許されることではないわけなんであります。善良なシクリッドが隅に追いやられている、とってもよろしくない状況だってことで、これから何とかするわけなんですけど、前回も触れましたが、争いのないシクリッド水槽っていうのは一定の条件下で成立するわけなんですけど、オスだけでたくさんの個体を入れて縄張りとなり得るものを入れない。ご覧の通り以前東南アジア編でそういった感じの水槽を管理していたんですけど、今回は繁殖を見たかったってことでメスは入れなければならない、そんな条件があったってことでこんな状態になっているわけなんですけど、男女混泳でもうまくいっている水槽はあるわけなんであります。こちらは以前に紹介したピーター・ハワード博士のうちと同じような魚が入っている水槽なんですけど、割と平和な状態が保たれているように見えるわけなんであります。というわけでこれを目指して今回状況を改善したいと思うわけなんであります。というわけでまずはシクリッドの子供の話なんですけど、前回の動画でこのお母さんシクリッドであるレッドゼブラムブナ、その子供たちの色が2パターンあると、そんな話をしたわけなんですけど、ちょっとよく見てみたいってことで、こちらはお母さんシクリッドに似ている方の子供、そしてこちらが全く似てない方の子供。そんなわけでかなり違いがはっきりしているんですけど、この子供たちのお父さんはレッドゼブラムブナではなく推定このブルーゼブラムブナであると、そんな話をしたわけなんであります。というわけで本題に戻りますけど、今回のテーマは争いが絶えない水槽を何とかしたいというわけでアクアリウムショップに来たわけなんですけど、そんなんで何とかなるんでしょうか。店頭には私の好みでない魚が売られているわけなんであります。プレコと呼ばれてますけど、マダラロリカリアですかね。というわけで今回買うのがこのサンゴ石、そしてこの白い砂利も別の水槽用に買うわけなんであります。サンゴ石は1個550円ぐらい、そして魚も少し買いたいということで、こちらはデマソニ、やはりムブナ系のシクリッドなんですけど、これを2匹購入します。Very hard. It's about luck. あまり買いたくないんですけど、今回訳あってプレコも購入します。インドネシアで買う時の10倍ぐらいの値段がするわけなんであります。というわけでこのレイアウトにも今回の対策のヒントをもらったわけなんであります。さあ、それでは争い対策ということでレイアウト変更をしてまいりたいわけなんですけど、その前にまずはこちらをご覧いただきたいと思います。またここにもホテイアオイなんですけど、ホテイアオイってこんな綺麗な花咲くんだね。ホテイアオイの花、すんごい綺麗ですけど、外来種です。というわけで今回もやってきましたアフリカの地方でお魚取り。そんなわけで好きな方は楽しみにしてもらってるコーナーだと思いますけど、 Google マップで見つけたポイントなんであります。やってみなきゃわかんないですかね。あ、入った。なんだこれエンテロミウスなんとかなんだろうけど、なんとかなんだかわからない。ケンさんに聞いてみようか。エビ入った。エビ。というわけで今回なんとアフリカ編初のエビが取れたわけなんであります。なんというか普通のエビですね。1匹入ったからね、まだいるはずよ。入った入ってた。エビエビ。ここだな。エビ。入った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 。あ、魚だ魚。
同じか。これまた初めてのものが入りました。水カマキリ。水カマキリがちっちゃい水カマキリがいるんですね。あ、入った入った。You wanna see samaki? Hold on. Yeah? 現場で見た時はみんな同じ魚に見えるんですけどね、後ほど改めて検証したいと思います。そして次の日の朝、ここは先ほどの川のすぐ隣にある池なんですけど、雨季の時は川とつながるようなんであります。というわけで得意のカゴ網を仕掛けます。川とつながるってことは、いる魚はもしかしたら同じかもしれませんね。あるいは何か違うものが取れるかもしれない。現場では魚の違いがわからないわけなんですけど、よく見えないわけなんであります。なんだろう。昨日と同じかな。今回取れた魚は昨日のものとは全然違いますね。よくわかりませんね。意外とティラピアが入んなかったよね。また同じような。やっぱりこれが入るわけなんですけど、昨日のものとは違う、水槽で飼育したら面白そうな魚なんであります。さあ最後の網。IP だけ入ってる。同じだよね。これさっきより色がついてますけど、そのままリリースしてしまったわけなんであります。帰ります。なんでいつも1種類しかいないんだろうね。実は今回取れた魚は3種類だったわけなんであります。帰りにさつまいもを買ったり、お肉を食べたりしたわけなんであります。というわけで家に帰ってきたわけなんですけど、お持ち帰りした魚はこのバケツの中。そして観察タイム。今回もご当地の魚に詳しいケンさんに確認したんですけど、この中には3種類の魚がいるってことなんであります。まずこの真ん中に線が入った魚はエンテロミウスニャンゼ、当チャンネル初登場。そして今前に出てきたちょっと黒いやつ、背びれが黒いわけなんですけど、先ほどの川ではなくて池の方で捕まえた魚、全体的な色は黒っぽいシルバー。やはり背びれの模様に特徴がありますね。というわけでこのギンギラギンにさりげないお魚はエンテロミウスアプレウログラマ、そして英語名はイーストアフリカンレッドフィンドバルブ。そんなわけで赤いヒレなんていう名前がついてますからね、すごく今後に期待って感じですけど、このエビさんは沼エビの仲間。これ何遍言ってもちゃんと言えないんですけど、カリディナニロティカ。これなかなか言えなくて10回ぐらい録音取り直したんですけど、言えない名前ってありますよね。そしてもしかして子持ちですかね。さあ、というわけでこちらの水槽の話に戻るわけなんですけど、魚の争いをある程度抑えたいってことで、そのためのレイアウト変更っていうのをやってみるわけなんですけど、動画を 2,3 分にまとめましたので、サクッとご覧いただきたいわけなんであります。まずは飼育水をある程度抜いてから作業をします。先ほどご覧いただきましたが、アクアリウムショップで購入したサンゴ石を6個追加したいってことで、その分の水を出したわけなんであります。そして既存に入っている石を取り出す。流木も全部出しました。そして若干掃除をするわけなんであります。いつも通りシクリットによって底床にお山が作られてしまったので平らにしているわけなんであります。そしてたくさんのサンゴ石をインスピレーションに従って配置していくわけなんであります。
今回はなるべく石を高く積んでシクリットが入り込める隙間をたくさん作るわけなんであります。ちなみに Wikipedia でムブナって検索するとかなり充実した情報が得られるとつい先ほど気がついたわけなんですけど、そこにも弱い個体の隠れ家を作るために岩を組んだレイアウトがいいなんて書いてあるわけなんであります。というわけで今回はかなりたくさんのサンゴ石を入れるわけなんですけど、石は下の方にゴロゴロと置くのではなく高く積み上げることによって縄張りを主張するオスから他の魚を見えなくさせる。そんなわけでオスの視界に入らなければイラッとして追い回すこともないわけなんですけど、ピーターの水槽もアクアリウムショップの水槽もやはり石が上の方まで積み上げられていたわけなんであります。というわけでレイアウトが完成したんですけど、あっという間に水がピカピカになりましたね。これレイアウトを変えてから30分ぐらいしか経ってないんですけど、この配置が良かったんですかね。なんか盛り上がっちゃってますけど、ブルーゼブラムブナのオスメス怪しい行動劇場になってしまったわけなんであります。メスはすでに卵を加えているようなんですけど、受精はその後だということが詳しく Wikipedia に書いてあるわけなんであります。とにかくなんですけど、毎回違ったメスがお母さんになるわけなんですけど、お父さんらしき魚は今ご覧いただいているこのオス以外に他にいないわけなんであります。まさにイタリアの種馬ならぬマラウイの手ごめ童子。そんなわけでどうやら自然界でも同じようなことが起きるということなんであります。というわけでまた違う女子用に巣作りをしているわけなんであります。やはりこのオスの色がすごいんですかね。私は特にあなたを参考にしませんよってことで、マミーが最近この水槽の餌やり係になったわけなんであります。最初は私がいない時にちょっと頼んだりしたんですけど、最近は頼まなくてもやっている、そんな状況なんですけど、やはり砂がお山状態になってますけど、一晩でこの状態になったわけなんですけど、すごい努力ですよね。本当はちょっとやめてほしいんですけど、お話ししても聞かないですからね。私が直すわけなんであります。というわけでピンセットで砂を直していたらみんなどっかに行ってしまったってことなんですけど、それでいいんです。隠れるところが十分に確保されたということで、考えた通りの結果になったわけなんですけど、全てではないですが争いも減ったわけなんであります。しかも自分で言うのもなんですが、結果的に魚が生えるレイアウトとなったような気がするわけなんであります。というわけで、それに同感していただける方は、いいねを1回だけクリックお願いしたいと思うわけなんであります。この2匹のメスは卵を加えてますね。というわけで、この水槽でシクリットの子供が成長して大人になったら、とっても嬉しいわけなんであります。というわけで今回も終わりの時間がやってまいりましたけど、どうですかね。今回面白かったですかね。何かコメントありましたら遠慮しないでいただければと思います。ちなみに前回の動画では5周年おめでとうコメントをたくさんもらえて非常に嬉しかったわけなんですけど、皆さん大変ありがとうございました。またあと5年ぐらい頑張ってみたいと思うわけなんであります。というわけで今回はこの辺で、もののけ兄さんアクアリウムチャンネル、また次回お会いしましょう。